回思うんですけど、予選も5と一緒なんですよね。タイミングめっちゃ難しいですよね。まあ、結構いい感じの車のバランスだなとは思っていたんですが、意外と来てみたら、まあ、周りの、まあ、特にライバル、特にシビックのライバルチームが割と速くてですね、まあ、今回のスボ4時間、まあ、ほぼスプリントで、しかもライバルも同じようなタイムで走行するということで、まあ、ダンパーをまず、セッティングもう一度やり直したという形でやってます。ただ、まあ、いいところもあり悪いところもありって感じで。めちゃくちゃ暑いです。やばいですよね。見てください。何度だと思います？ 42.2。まだ9時半です。まだ9時半です。無理。昨日の、まあ、フリー走行、2本走りまして、一応両方予選想定と、決勝想定と両方やりまして、まあそうですね、まあいいとこまで来てるんですけど、ただ周りもやっぱり速いっていうのもあって、まあ、ここはちょっと本当に一発勝負、予選は一発勝負かなと。今回に関しても非常にいい形で進んでいますので、まあ、みんなに頑張ってくれれば、まあ、完走もちろん入賞も狙えるのかなというところで期待はしています。まあもうこういう濡れてるとやっぱり4区有利だなっていうのは、まあ、正直なところです。気持ちは分からなくはないんですけどまあ本当4番手以内に入れば Q2 につなげることできるんで、まあレインでとりあえずスタートして様子見て判断するっていうことなんで、もうあとは小出君に任せていい位置で帰ってきてほしいですね。まあ、今年初めてのレインタイヤでの予選だったかな。まあ、本当に昨日までずっと晴れて、まあ、こんな今日雨降るって予想してなかったんですけど、
降ってきて、でもう完全にウェット路面になったんで、急遽レインタイヤということになって、本当に全然走ったこともないし、全然分かんなかったんですけど、いろいろ今までいろんなカテゴリーで経験はしてきてるので、そういう中でパッとその路面状況に合わせられたっていうのは、もちろん経験っていうのはありますけど、車的にもすごくオールラウンダーな車に仕上がってたっていうのが、今回すごくいいところで、僕の予選はトップ通過できたかなと思ってます。9A なんであんまり爆打はできないなということで最終的にイベントを選びましたけど、心の中ではちょっと勝負に出たかったなっていう自分もいました。1回目の、タイミングはめっちゃそのクリアな状態、5クラスがいるのでなかなか引っかかるかかからないかでタイムって絶対変わってくるので、もう全然空いてたタイミングだったんですけど、そこで入らなくちゃいけなくってでピットに入ってでアタックラップの時に案の定やっぱりその第2セクターで若干引っかかってでそこでやっぱりタイムを失った結果、ちょっと痛かったな、ただレースなんでそれはもうしょうがないっていうかタイミングっていうのはあるので。富士に引き続いて決勝に向けた車セット作りをしてるんで、乗りやすく安心して攻めれる車っていう印象があるんですけど、ちょっとだけやっぱりアンダー傾向っていうのが結構今週残ってるんで、そこだけ不安材料ではあるんですけど。スタートドライバー、はい、誰ですか？僕です。はい。もう毎度のごとく、いつものいやもう安心して任せられるよね。もうまたいやそれはもうトップだろうが3番手4番手だろうが絶対すぐにこうひょい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 やめてここはスゴーですよ、はい抜けないんですよ、抜けないんですよ。皆さんそれを念頭に置いてくださいね、はい抜けないですからね、ここは。言いながら抜いてこようとしてる見せ場を作ろうとしてる。それは言わんでいいね。はいそんな感じでですね、小出スタート、山田で最後のバトルをもうね西村で締めると。締める。何があってもね。今回混戦に最後そうですね。かなり混戦になるんで、もう絶対ね、そこはなんとか絞れもうミスますから。なく最後ねしっかり締めてもらって。そうはい。いい仕事をしてくれると思います。はい。大丈夫です。昨日までの練習を見るにやっぱりライバルのシビック勢が、予選自体は僕らより後ろにいますけどペースはすごい良かったので、個人的にはやっぱりそこが追いついてくるまでに、
割と上位の方に車を持っていって、僕たちのペースをしっかり作って、山田さんにペースを渡せたらバトン渡せたらいいかなっていうふうに思ってます。いいペースですよ。ちょっとここからタイヤ守りながら慎重に行きますね。フロント結構きつそうだから。そうですね。無理せず、46ラップあるから行きましょう。いやトップ、気持ちよく、コメント通りやってくれてるので、なんとかね、この流れを引き継いで、いい走りをするために頑張ります。今のところバランスはすごくいいと思います。はい、了解です。長丁場ですので、体力温存しながらお願いします。いやもう疲れましたよ。本当ね、すごい暑いんですよ。もうめちゃくちゃ暑くて、本当に厳しい環境の中なんですけど、そんな厳しい環境の中であれだけポテンシャルを引き出せるマシンに仕上がったっていうのはすごくポジティブなことだし、前回の富士24時間から本当に大きい成長を遂げたっていうのがここスゴーでも発揮できてるっていうことがもう単純に嬉しいですし、走っていても本当すごくこのスプーンシビックで走るのがすごい楽しかったです。山田さん、じゃあこの週入れますか？入れます。ピットインします。
1コーナーとか馬乗せとか、正回転のところからアクセル踏むときにちょっとボンネットから復縁出てるんで。ボンネットから白煙。そうですね、多分ブーストいっぱいかかったときに復縁出がちかな。アクセル踏んだときにそれがなる。いやー、人なってるよ、これ。うまい。そう、だから左に偏ったときに出やすい。結構左に偏ったときに一番出る。ちょっとこれはピットインしないとダメだな。とても残念ではあるんですけど、去年だったら多分あたふたしてなかなか何も進まないっていうようなイライラが見えたりとか焦ったりとかそういう感じだったんですけど、今はもう、これ以上はここで無理だねっていう気持ちもすんなりできてたので、私としては成長を感じれてよかったなと。ただ非常に残念ですね。次は皆さんにも非常に応援してもらっているので、なんとかその応援の声に応えていい結果を持って帰りたいと思っています。